今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。去年の話だ。すべてのきっかけは母さんが参加したありふれた婦人会の花見だった。春の陽気に誰もが浮かれ、世界のすべてが祝福されているかのような、そんな穏やかな日。その日、境界線はいともたやすく踏み越えられた。市内で一番大きな公園、満開の桜の下、楽しげな輪がいくつもできている。その片隅でどの輪にも属さず、まるで風景から切り取られたシミのように、たった一人でシートを広げている女がいた。と母さんは言った。母さんの記憶にある女の姿は、ひどく具体的で陰鬱だった。30代くらいでだらしなく太り気味。季節に不釣り合いなほど、血の色を思わせる真っ赤なカーディガン。長いスカートの下からは、汚れたスニーカーが覗いていた。顔は、思春期の少年でもあそこまではなるまいというほど、油でぬらぬらと光り、産んだニキビが点在していた。その前に置かれたコンビニ弁当と数本の缶ビールが、彼女の孤独をより一層際立たせていた。人の善意というのは、時として最悪の扉を開ける鍵になる。輪の中にいたおせっかい焼きのおばちゃんが、その寂しげな姿に同情し、つい声をかけてしまった。それが、すべての間違いのもとだった。もしよかったら、こっちで一緒にどうかしら。大勢の方が楽しいわよ。女は最初、戸惑うように視線を泳がせた。その目に一瞬、人間らしい怯えのようなものが浮かんだのを母さんは見たという。だが重ねて誘われると、その表情は一変した。まるで仮面を付け替えるように、口の端がゆっくりとつり上がり、欲望に満ちた、ねばつくような笑みを浮かべた。嬉しそうに、婦人会の輪へとにじり寄ってくる。偶然、母さんの隣に、その女は座ることになった。ドスンと、重い音を立てて、女が腰を下ろした瞬間、それまで桜の香りが満ちていた空気が、一瞬で変質した。魚の腹渡を、夏の炎天下に数日放置したような、甘く、それでいて猛烈な浮臭。それが、ツンと鼻をついた。母さんは思わず息を止めたが、女は気にも留めず、そこにいることが当然であるかのように、どっかりと座り込んでいる。あなた、お名前は、どこから来たの？詮索好きのおばちゃんたちから質問が飛ぶ。だが、女はただ、ニヤニヤと薄気味悪い笑みを浮かべているばかりで、何一つ答えようとしない。その間も、ちら、ちらと執拗に母さんの方へ視線を送ってくる。その目はただ見ているのではなかった。品定めをするような値踏みをするような、獲物を見つけた捕食者の目だった。母さんは全身の皮膚が泡立つような感覚に襲われ、必死に無視を決め込んだ。やがて、おばちゃんたちもその異様さにしらけ、女をいないものとして扱うように、別の話で盛り上がり始めた。空気が再び和んだ。その時だった。ガガーン。静寂を切り裂く、甲高い絶叫。それは、悲鳴でも怒声でもなかった。ただ意味もなく、しかし強烈な意志を込めて放たれた、異質な音の塊。女は両目をカッと見開いていた。その白目は、不気味なほどに充血し、瞳孔は針のように収縮している。だらしなく開かれた口の端からは、粘り気のあるよだれが糸を引いて垂れていた。母さんの位置から、その狂気の形相が、はっきりと見えた。なんなの急に。動揺するおばちゃんたち。だが女はそれに応えず、恍惚とした表情さえ浮かべ、さらにもう一度、腹の底から絞り出すように叫んだ。ガガーン。二度目の叫びで、誰もが悟った。これは、関わってはいけない種類の人間だと。婦人会は、蜘蛛の子を散らすように引き上げる準備を始めた。女にもやんわりとお開きだと告げたが、またあのニヤニヤ笑いに戻るばかり。仕方なく、その汚れたシートはそのままに、女を置いて帰ることにした。女は、歪んだ笑みを浮かべながら、逃げるように去っていく一行を、じっと見送っていたそうだ。途中、どうしても気になって振り返ってしまった母さんは、女と真正面から目が合ってしまった。その瞬間、女の笑みが
さらに深く歪んだように見えたという。そのねばつくような視線は家に帰るまでずっと背中に突き刺さっていたとそう言っていた。その日から我が家の日常は静かに、しかし確実に侵食され始めた。翌朝、俺が高校に行こうと玄関のドアを開けた。その時だ。門柱の影から顔が半分だけぬるりと覗いていた。昨べ母さんから話を聞いていたから、その特徴的な赤黒いカーディガンと油ぎった顔を見てすぐにこいつだと分かった。心臓が氷水に浸されたように冷たくなる。父さん、母さん、あいつが来てる。両親を叩き起こし、対応を任せて、俺は学校へ行くために女の横をすり抜けて家を出た。すれ違う、そのわずか一瞬、強烈な復讐と、まとわりつくような湿った空気に包まれた。そして粘っこい視線。それは、ただ見られているのとはわけが違う。まるで巨大なナメクジに、脳から足先までじっくりと舐め上げられるようなおぞましい感覚だった。俺は吐き気をこらえ、逃げるようにその場を走り去った。帰宅して聞いた話では、女は警察を呼ぶと告げられるまで何時間もただ家の前に立ち尽くしていたらしい。そしてその次の日も女は来た。当たり前のように昨日と同じ場所に立っている。前日は穏やかに対応した両親もさすがに我慢の限界だった。父さんが鬼の形相で怒鳴りつけた。いい加減にしろ。今度来たら本気で警察を呼ぶからな。女はその怒声さえも楽しむかのようにただニヤニヤと笑っていた。俺は恐怖で足がすくみ、その日はこっそり裏口から家を出た。その次の日も女は当然のように来た。もう家族全員が疲弊しきっていた。父さんは約束通り通報し、駆けつけた警官に女は連行されていった。抵抗するでもなく、パトカーに乗る瞬間まであの薄笑いを浮かべてじっと俺たちの家を見つめていた。女は隣町のアパートに一人で住んでおり、10キロ以上もの距離を毎日律儀に歩いてきていたことが判明した。その執念に俺は言いようのない恐怖を感じた。それから数日間女は現れなかった。俺も両親もやっとあの悪夢から解放されたのだと心の底から安堵した。日常のなんと尊いことか。だがそれは嵐の前のあまりにも短い凪に過ぎなかった。ある朝のことだ。玄関先からの母さんの絶叫で俺は叩き起こされた。キャー。なんなのこれ。慌てて駆けつけると玄関の前に数本の猫の尻尾がまるで供え物のようにドアに向かって放射状に並べられていた。それは明らかに生きた猫から力ずくで引きちぎられたものだった。ちぎれた断面は赤黒く、いくつかはまだ温かみさえ残っているように見えた。そのうちの一本には腸の一部だろうか、ピンク色の内臓がずるりとくっついていた。父さんが震える手で警察に届け、すぐに警官が女のアパートへ向かってくれた。最悪の事態を覚悟しながら連絡を待っていた俺たちに告げられた事実は予想を、そして常識をはるかに超えていた。女は死んでいた。青酸カリによる服毒自殺。そして死亡推定時刻はうちから警察に連行されたその日の夜だった。なら一体誰が猫の尻尾を。死んだ人間が猫の尻尾を並べられるはずがない。近所に別のもっと凶悪な変質者が潜んでいるというのか。俺たちは得体の知れない恐怖に再び突き落とされた。しかし心のどこかでこれがあの女の仕業であると確信していた。死という理屈さえあの女の前では意味をなさないのではないか。そんなありえない考えが頭をよぎった。尻尾事件から3日後の朝、家の周りを何かが這いずったようなおびただしい跡が見つかった。それはまるで巨大なナメクジか何かがのたうち回ったかのように泥と粘液でぬめりを帯びていた。無数の手形や足跡が狂ったダンスの奇跡のように家の壁という壁、窓という窓にびっしりと残されていた。
警察が指紋を取ろうとしたが、どれもこれも意図的に潰されたかのようにぐちゃぐちゃになっていて、個人を特定できるものは一つもなかった。近所での目撃証言は皆無。だが俺たち家族には分かっていた。あれが帰ってきたのだと。そして次はいよいよ外からではなく中へ入ってくるのだと。そして5日後、決定的なことが起きた。あいつはついに家の中に入ってきた。深夜、俺が2階の自室で眠れずに携帯をいじっていた時だった。開花から音がした。思わず半身を起こした。こんな時間に誰かが出たのか。まさか泥棒？いや、うちの親に限って戸締まりを忘れるはずがない。あれは鍵のかかったドアをこじ開ける音だ。思考が麻痺する中、開花からさらに信じられない音が聞こえてくる。一歩また一歩と体重を確かめるようにゆっくりと。それはただ歩いている音ではなかった。まるで自分の存在を家中に知らしめるかのような悪意に満ちた、これ見よがしな音。どこに向かっているんだ。俺は恐怖に駆られベッドから飛び起きると部屋の電気をつけた。そして震える手でドアを少しだけ開け、廊下の闇に耳を澄ませた。で、俺が聞き耳を立てたのを察知したのだ。次の瞬間、階段を上がってくる。俺は声にならない悲鳴を飲み込み、反射的にドアを閉め、乱暴に鍵をかけた。こっちへ来る。迷いなく俺の部屋へ。あいつの狙いは最初から俺なんだ。俺の部屋は2階の廊下の突き当たり。逃げ場はない。壁の内線電話で開花で寝ているはずの両親を必死に呼び出すが誰も出ない。やがて足音は開花へ着いた。またあの芝居がかった大げさな音。一歩また一歩と確実に俺の部屋に近づいてくる。俺はベッドの隅で子供のように体を丸め、ただ震えていた。やがて足音は俺の部屋の前でピタリと止まった。いとも簡単にドアが開いた。明るい部屋に人型の穴が開いたかのように黒い影がぬーっと入り込んできた。それはただの影ではなかった。光を飲み込み、周囲の空間を歪ませる濃密な闇の塊。形は紛れもなくあの女のものだ。影は深くうつむいているようだった。そしてじわじわと音もなくこちらへ向かってきた。俺は金縛りにあったように指一本動かせない。声も出せない。恐怖が飽和し、開いた口からだらしなくよだれが流れ落ちた。ベッドの縁まで来た影が煙のようにぐっと伸びた。そしてうつむいていた顔がゆっくりと持ち上がる。ランランと血走った両目が俺を射抜いた。憎悪と歓喜に歪んだ口が裂けるように開かれる。黄色くぬらぬらと濡れた歯がむき出しにされる。その口から強烈な浮臭とともにあの声が放たれた。ガン。それは鼓膜だけでなく脳を直接揺さぶるような音の暴力だった。生臭い唾が霧のように俺の顔に降りかかる。俺は全身の力が抜け、生温かい感覚とともに小便を漏らした。黒い塊が俺の顔を、世界を覆い尽くした。湿ってブヨブヨとした墓場の土のような感触。息ができない。薄れゆく意識の中、俺はただ食われるのだと思った。翌朝、起きてこない俺を心配した母さんの声で目が覚めた。和也、大丈夫。もうお昼よ。悪夢だったのか。しかし、部屋を見渡して、その希望は打ち砕かれた。床一面が、あの黒い影が張ったかのように、泥で汚れていた。奇妙なことに、廊下には一切の汚れがない。やはりあいつのターゲットは、寸分違わず、俺だけだったんだ。その日は学校を休み、俺は恐怖のあまり、開花の両親の寝室で一緒に寝させてもらった。その夜、トイレに行こうと階段の前を通った。その時、2階の闇の中から何かが猛スピードで転げ落ちてくる激しい音がした。俺はまたも失禁しながら
悲鳴を上げて両親のベッドへ逃げ帰った。父さんが2階を隅々まで見て回ってくれたが、泥の跡一つ何も見つからなかった。これ以上この家にはいられない。両親は相談の上、俺を一時的に親戚へ預けることに決めた。高速を使っても片道3時間、深い山々に囲まれた田舎町に住む叔父の家。そこで厄介になることになった。叔父は都会の怪談話くらいにしか思っていない様子で、俺の話を半信半疑で聞いていた。だが同居している叔父の母、つまり義母が、その話を聞くなり血相を変え、しきりに寺へ行けと勧めてきた。この土地の人間が持つ古くからの勘のようなものが働いたのかもしれない。翌日、俺は町外れにただ一軒だけあるという孤児へ連れて行かれた。寺自体は歴史を感じさせる立派なものだったが、住職は最近赴任してきたばかりの若い男で、いかにも頼りなかった。はあ、それは大変でしたね。ですが自分はそういうのはちょっと専門外でして、自信なさげに眉を下げるばかりの住職に俺は深く絶望した。本堂でお経をあげてもらったが、何の効果があるとも思えない。ただ不思議なことに、この田舎へ来てから女は一度も現れなかった。少しだけ安堵したが、所詮は一時しのぎだ。あの家へ帰ればまた悪夢が始まる。俺はこのまま無意にこの見知らぬ土地で飼い殺しにされるのか。帰れる日は本当に来るのだろうか。そんな日々が1週間ほど続いたある日、あの若住職が慌てた様子で叔父の家を訪ねてきた。何でも本山から彼の指導教官にあたる高僧が来ているらしく、俺の話をしたらすぐにその者を連れて参れと厳命されたというのだ。その非常にご高名な方で、悪霊退散、除霊といったご経験も数えきれないほどおありになると、絶望の闇の底で初めて一筋の光が見えた気がした。俺は藁にもすがる思いで若住職と共に寺へ向かった。本堂へ上がると、そこにいたのは俺の想像をはるかに超える人物だった。まるで格闘ゲームから抜け出してきたかのような筋骨隆々の大男。パンパンに張った筋肉がキンキラキンの豪華な袈裟を押し上げている。よく来たな少年。話は聞いた。すべてこのわしに任せなさい。明日にも君を悩ます。あっきらせつことごとく召してくれるわ。その岩のような手でがっしりと握手され、あまりの自信に満ちた態度に、俺は本気で涙が出そうになった。この人なら、きっとあいつを消し去ってくれる。その夜は、本堂の隅に用意された布団で眠ることになった。ついたてで仕切られただけの簡素な寝床だ。マッチョ坊さんは、俺を魔から守るため、夜通しお経を唱え続けると言っていた。彼の読経は、力強く、深く、腹の底に響く声だった。その声に包まれていると、不思議と心が安らぎ、俺は久しぶりに、何の不安もなく眠りに落ちることができた。その悲鳴で、俺は叩き起こされた。何事かとついたてから顔を覗かせると、腰を抜かしてへたり込んでいる若住職の姿が見えた。朝日が差し込み始めた薄暗い本堂で、彼の顔は死人のように真っ白になっている。その震える指が指す先には、倒れているマッチョ坊さんの姿が。和也さん、見てはいけません。出てきては。若住職の悲鳴のような静止に、俺は顔を引っ込めた。その後は、警察が来たり、本山から連絡があったりと、大騒ぎになった。俺ははっきり見ていない。だが、後で聞いた話の断片をつなぎ合わせると、こうだ。マッチョ坊さんの死体には、首がなかった。それは、刃物のような鋭利なもので切られたのではない。人間の力では到底不可能な力で、背骨ごと力ずくでねじ切られていたのだと。そして首があったはずの断面からは、まるで血の代わりに黒い泥が溢れ出ていたと。床にはところどころ、あの泥水が飛び散っていた。俺が隠れていたついたてにも、べっとりと手形のようなシミが残っていた。極めつけは、俺の寝ていた布団の下だった。そこにも円を描くように、泥水の跡がくっきりと残っていたそうだ。
坊さんを殺した何かは、読経が響く中、すぐそこで、じっと、俺が眠るのを見ていたのだ。俺は、完全に、あの化け物の手のひらの上で踊らされているに過ぎない。絶望が、俺の心を完全に蝕んだ。その夜、叔父から、もうこの家には置いておけない、と告げられた。義母が反響欄になって、強硬に主張したらしい。無理もない。翌日、両親が迎えに来ることになった。その夜は、声を殺して枕を濡らした。いっそこのままあいつに食われて死んだ方が楽なのではないか。本気でそう思った。次の朝、迎えに来た両親の車に乗り込み、街を後にした。うねうねと続く、陰鬱な山道を下っていると、不意に、前後のカーブから、黒塗りの高級車が、音もなく現れた。そして、俺たちの車を挟み込むようにして、近くの退避所へと誘導された。車から降りてきたのは、黒いスーツを着こなした、表情のない男が数人と、憔悴しきったあの若住職だった。彼は、俺たち家族の前に深々と頭を下げると、震える声で言った。本山へ、おいでいただきたく、もはやこれは、我々一派、いえ州は全体の問題となりました。何卒ご協力のほど、お願い申し上げます。その言葉は丁寧だったが、有無を言わさぬ脅迫にも似た響きを持っていた。だが、俺には、もうどうでもよかった。このままあの女が待ち受けているであろう家に帰るよりは、何でもいい。俺は両親に、行かせてくれと懇願した。本山には、俺だけが来るようにと、そう言われた。両親とは、その場で別れた。彼らが去っていく車を見送りながら、これが今生の別れになるのかもしれない。とぼんやりと思った。本山がある場所は、ここから遥か遠く、本来なら飛行機を使うほどの距離だという。俺は、黒塗りの車に押し込まれ、長い旅に出た。何時間走っただろうか。到着した先は、本山の麓にあるという、門前町だった。俺は本山御用達だという、格式の高い旅館の一室に通された。翌朝、まだ夜も明けきらぬ5時頃、迎えが来た。あのマッチョ坊さんと同じように屈強な体格の坊さんが4人。彼らは一言も発さず、俺を囲むようにして山へ入っていった。山道をひたすら歩く。1時間以上は歩いただろうか。観光客が訪れるような立派なお堂はすべて素通りし、獣道に近いような道を奥へと進んでいく。やがて苔むした粗末な山門の前にたどり着いた。門の先には急な石段が続き、その向こうに小さな小川と、まるで茶室のような本当に小さな建物が見えた。ここからはお一人でどうぞ。言われるままに俺は一歩門の内側へと足を踏み入れた。その瞬間空気が変わった。外の世界とは違う濃密で正常な空気に満ちされている。俺は坊さんの一人に聞いた。あの中に誰がいるんですか？我々もお顔を直接拝したことはない。ただ我らが宗派における生きたご本尊のようなお方だ。くれぐれも失礼のないように。それだけ言うと4人は深々と一礼し、音もなく来た道を引き返していった。俺は一人残された。不安に胸を締め付けられながらも意を決してその粗末な小屋に向かって歩き出した。小川にかかる人が一人やっと通れるくらいの小さな橋を渡る。目の前の小屋は本当に小さく粗末だった。片方に縁側があり、障子は火に焼け、ところどころ破れている。俺は意を決して声をかけた。すみません、和也と申します。お話があるようにと伺いました。しばらくの沈黙の後、障子がガタガタと震えながらゆっくりと開いた。中から現れたのは、俺の想像をまたしても裏切る人物だった。今にも死にそうなほど痩せこけた小さな老人。坊さんというより即身仏の一歩手前と言った方が近い。剥げ上がった頭には大きな紫色のシミがいくつも浮いている。真っ白な眉毛はぼうぼうに伸びて、
その下の目を覆い隠している。これもシミだらけの枯れ枝のような手には青い筋が浮き出ていた。縁側へ出てくるその数歩でさえ一苦労といった様子で身体が小刻みにカタカタと震えていた。俺は一気に絶望した。こりゃダメだ。マッチョ坊さんですら首をねじ切られたんだ。こんな枯れ木みたいなじいさんに何ができるって言うんだ。話は聞いとる。まあ寒いからの。さあ、はよ入って。しわがれた、か細い声だった。中へ入ると、部屋は6畳一間ほどで、生活感というものが一切ない。ただ、真ん中にいろりが切ってあり、古びた茶釜で、シューシューと湯が沸いていた。まずは、これでも飲んで落ち着きなさい。と、縁のかけた、分厚い茶碗に、白湯を注いで出してくれた。やけどしそうなほど熱かったが、他にすることもなく、我慢して、ずるずると音を立てて飲んだ。心なしか、熱い液体が喉を通るたびに、張り詰めていた心が、少しずつ溶けていくような気がした。それで、実は私が取り憑かれているという女は、ああ、言わんでええ。俺の言葉は、すぐに柔らかく遮られた。あんたの味方は、すなわち向こうの味方じゃ。あんたがそれを女と知れば、向こうも女として、より強くなる。知っても意味はないことよ。はあ、腹は減っとるか？朝ごはん食べたか？いえ、まだです。ほうか。なら相伴しなさい。そう言ってじいさんは、部屋の隅の風呂敷包みから、なぜか小型の電子ジャーを取り出した。パカッと蓋を開けると、中からうまそうな匂いの湯気が立ち上がる。次の瞬間、俺は目を疑った。じいさんは、ペッペッと、自分の両手のひらに、躊躇なく、濃い唾を吐きかけたのだ。そしてその手で、ジャーの中の熱々のご飯をむんずとつかみ、握り始めた。そこの皿、前の川で清めてきなさい。と、数枚の皿を渡された。じいさんの唾入りおにぎり、マジかよ。そう思いながらも、逆らえるはずもなく、外に出て、小川の水に皿を浸した。突き刺すような水の冷たさに、身体がビリリと引き締まる。部屋に戻ると、じいさんが、握り終えたいびつな飯の塊に、海苔を巻いているところだった。剥がれないように仕上げに、またベロリと唾を塗りつけている。俺の姿を認めると、満面の笑みでシワだらけの顔をくしゃくしゃにして、それを差し出してくる。強烈な吐き気が、胃の底からこみ上げてきた。だが、ここで断れば全てが終わる。俺は、清水の舞台から、鉄骨で突き落とされるような覚悟で、そのおにぎりを受け取り、目をつむってかじりついた。塩気はない。だが、米そのものがうまいのか、炊きたてだからか、不思議とうまかった。でも、間違いなく、じいさんの唾の味がする。俺は、それを必死に白湯で胃の奥へと流し込んだ。その間、じいさんは一切目をそらさず、ただ慈しむような、それでいて何かを観察するような、不思議な笑みで、じっと俺を見ていた。俺が食い終わるのを見届けてから、じいさんは自分も同じようにして、おにぎりを食べ始めた。やがて、お互い食べ終わるとじいさんは言った。今日はもう帰りなさい。ええ。でも、まだ何も、お祓いとかは。あんたの食べ方で大体わかる。なかなか根性の座ったものを食べたからの。こりゃ、相当に厄介なものに見込まれとるようだ。それは、やっぱり女の霊なんでしょうか。もう違う。あれはもうあれ自身の恨みだけではない。あれがさまよううちに、いろいろなものを引き込み、またいろいろなものに引き込まれ、もはや途方もないものになり果てとる。途方もないもの。今日は帰りなされ。そう言うと、じいさんは電子ジャーを部屋の奥へと片付け始めた。その拍子にこちらに尻を向けたが、その尻がやたらともっこりと膨らんでいる。おむつ履いてる。思わず凝視してしまい、じいさんがこちらを向き直った瞬間に慌てて視線を外した。小屋を出ると、門の外でさっきの坊さんたちが微動だにせず待っていた。その日は旅館に戻り、何も考えられず、ただダラダラと過ごした。
次の朝、昨日と全く同じように、俺はあの小屋へ向かった。じいさんはまた、あのしわくちゃの笑顔で、俺を障子入れた。昨晩、来たよ。え？あんたが帰った後、わしのこの縁側に、べったり座り込んでな。恨み事を延々と夜が明けるまで言うておった。そう、それって、あの女がここに。さあな、いろんな声が混じっておったから。の、男の声も子供の声もした。もう、わしも横になっておったからの。そう、そうですか。じゃが、ここまで来たからにはもう名号はない。ここに来るまでに、あれも随分と無理を重ねたようじゃからの。もう八分通り、あんたの勝ちじゃよ。俺の脳内は疑問符で埋め尽くされていた。勝ち、負けの問題なのか、そもそも何と戦っているんだ。だがじいさんは、それ以上何も語ろうとはしなかった。その日は、キノコや山菜の入った混ぜご飯をごちそうになった。もちろん、じいさんの唾入りで、もう慣れた。靴を履いて縁側から立ち上がると、閉まった障子の向こうから、じいさんの声がした。今夜あたり、来るからのう。え？来るって僕のところにですか？旅館に？それが、最後っぺじゃ。気にせんことよ。どっしり構えておれ。詳しく聞こうと障子に手をかけたが、その向こう側にいる存在の大きさを思うと、どうしても開けることはできなかった。結局、俺はそのまま下山した。その夜、旅館の部屋で、俺は明かりとテレビをつけっぱなしにして、布団の中で息を潜めていた。深夜2時を過ぎ、テレビ放送が終了し、あのカラフルな鍵盤が並ぶテストパターン画面に切り替わった。どのチャンネルも同じ。ザーッというノイズが、やけに耳障りだ。仕方なく電源を切った。暗闇と静寂が部屋を支配する。携帯の光だけを頼りに時間を潰していると、その音は唐突にやってきた。来た。あいつだ。足音は部屋の天井をまるで自分の家のように傍若無人に歩き回っている。だが不思議と以前ほどの恐怖はなかった。じいさんの顔が、あの唾入りおにぎりの味が頭をよぎる。俺はなぜか妙に気が大きくなっていた。布団から顔を出し天井を睨みつけて声を張り上げた。おい、いつまでうろちょろしてんだ。いるのは分かってんだよ。俺のハッタリが効いたのか、思わず口元に笑みがこぼれた。その瞬間だった。ガガーン。いきなり電源を切ったはずのテレビが、閃光とともに勝手についた。画面いっぱいにあの女の顔が大写しになっている。目を血の涙が流れるほどにひんむいて、俺を睨みつけている。女は、よだれと血枝を垂らしながら、何度も何度も、絶叫を繰り返している。同時に、部屋の襖に、ドスンと、何かが内側からぶち当たった。もう一度轟音とともに襖が、長板から吹き飛んだ。そこから、黒い何かが、濁流のように、部屋へとなだれ込んできた。女の形をした、闇の塊。うつむいた姿勢のまま、俺の前まで、じわじわとやってきた。背後のテレビの絶叫はいつの間にか止んでいる。影がぐぐぐっと不気味に伸びた。そして持ち上がった顔は、もはやあの女ではなかった。それは、首をねじ切られ、無念の形相で絶叫する、あの血まみれのマッチョ坊さんの顔だった。俺は、今月3度目の失禁をした。だが、意識は失わなかった。その顔をただ見つめ返していた。翌朝、中井さんのゴミを見るような冷たい視線から逃れるように、俺は本山へ登った。門まで来ると、じいさんが縁側にちょこんと腰掛けて、日向ぼっこをしているのが見えた。珍しいことらしく、送迎の坊さんたちは、息を飲んで驚いていた。じいさんは、俺が近くに来るのに気づくと、しわくちゃの顔でニコリと笑い、開口一番こう告げた。もう、帰りなさい。悪いものはきれいさっぱり、のうなった。それって、除霊してくれたってことですか？俺が聞いても、じいさんは、ただニコニコするだけで、答えない。いつものように、左右を出すと、これを飲んだら、もう、
二度とここへは来るでない。あんたはあんたの場所でしっかり生きなさい。と、そういうだけだった。だから、俺は、その白湯を飲み干し、一度だけ深く頭を下げて、その山を降りた。じいさんの言う通りだった。もう、何も起こらない。あの長い、長い悪夢は、本当に終わったんだ。ただ、時々、ふと思い出す。俺が食べた、あのおにぎりの塩気のない不思議な味を。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を。